ブックチャンネルです。まずはこの動画を見ようとしてくれてありがとうございます。早速ですが、夢がない人には自分のやりたいことがない、自分に個性がないって声を聞きます。個性がない人はいません。個性がないと思うのは自分を知らなすぎるからだと思います。では、どうしたら自分を知り、夢を見つけられるのか。それを自己愛、自問自答、人生理念、夢を見つける方法、私の夢に分けて話そうと思います。概要欄にそれぞれのショートカットをつけますので聞きやすくなると思いますが、誤解が生まれないように一度全部聞いてほしいと考えています。英語の字幕を翻訳アプリを使って載せてます。自己愛についてですが、自分の夢を見つける方法は YouTube や SNS ですでにいろいろな情報が得られると思いますが、それにはまず自分を素直に愛することが必要です。ここを最初にしたのは、自分を愛することができなければこの先の行動を話しても効果が低くなるからです。吉家博之さんの著書の不良少年の夢という本にある文章があります。哲学者ヘーゼルが唱えた弁証法という考え方、花が咲けばつぼみが消えるからつぼみは花によって否定されたということもできよう。同様に果実により花は植物のあり方としては未だ偽であったことが宣告され、植物の真理として花に代わって果実が現れる。すなわちあらゆる存在は矛盾する要素が対立し否定し合い、そこから本質的なものを保持しつつ否定の否定を、つまりより高次の肯定へと発展していくという考え方です。それを自己に当てはめると、自己否定を否定することでより高い次元の自己肯定が身につくとなります。また加藤修二さん著の自分を愛する技術にはこのようなことが書かれています。人の自己変容にはステージ1、体を使ってどう行動しているかのアクション、ステージ2、心理学や哲学、信念といったマインド、ステージ3のセルフラブのレベルでできると知る必要がある。そしてセルフラブとは自己愛で、人間にとって最も根源的な力の源。幼少期に愛されてきたかで、この自己愛の確立されない人も多い。人は好きな人のためにしか頑張れない。人は愛する自分だからこそ成長意欲が湧いてきたり、夢や希望を与えようとする。だから自分を愛せなければ自分も自分のために頑張れない。つまり自分を愛し肯定することができて初めて夢が持って支える土台が作れるということです。自問自答についてですが、自己愛の次に必要なのは自問自答を繰り返すことです。そうすることで自分の個性を知り確立し、初めて自分のやりたいことを生きる道を見出せるのだと思います。ではどう自問自答するのか。やり方の一つとしては、あらゆる行動の原点を考えることです。例えばテストの際にあなたは一つの問題に固執しますか？わからない問題は飛ばして分かるところだけやりますか？ここだけでもあなたが一つのことを忍耐強くやるか、効率性を求めるかが分かるかと思います。その考えた行動の原点を片っ端から箇条書きします。それがあなたの原点になります。例えば私だと、年上や役職者のような立場が上なら誰でも頭を下げるのが嫌だ。そして年下に言われたくない。つまり年上年下身分は関係なく平等に接するのが行動原理です。そして自分の人生理念を決めることです。人生理念について話します。どんな会社にも企業として守るべき理念があります。逆に守れない企業は潰れます。それを自分に置き換えると、夢は企業で人生理念は企業理念。人生の夢を叶える上で自分は何を守るべきなのかを決めます。それは先ほど箇条書きした自分の原点の中で何があっても大切にしたい、守りたいことがあると思います。それがあなたの人生理念になるでしょう。そしてここまでまとめたら最後は夢です。夢を見つける方法について話します。自己愛、自問自答、人生理念をまとめた段階で自分自身の個性というものを理解できたと思います。それを踏まえた上でどんな生き方がしたいのか、その生き方があなたの夢になると思います。しかし人には3段階のステージがあり、人や物を求める欲求はその1段階に過ぎません。次のステージに自己成長、その次のステージに奉仕活動があるとされています。お金を稼ぎ生活が充実した時に生き方のない自分を知り、そこから学ぶより今からしたい生き方や叶えたいものを思い浮かべた方が得ではないでしょうか。そしたら
とは様々な情報媒体で検索します。誰々が挙げたからではなく、何が自分に合うかが大事です。ここまで自分を理解することができれば、自分は何が好きで何が苦手かが明確にわかるのではないかと思います。あくまで参考ですが、これを目にした方がより良い生き方が送れることを心から祈っています。そして最後に私の夢なんですが、不必要な犠牲なく、争いがなく、誰もが心豊かに互いに譲り合い、助け合い、生活することができ、自然や資源にも満ち溢れた世界を作ることです。そのために私は世界の流れをプラスを流れにすることから始めるために、一人一人の心を明るくさせられたらと思い、明るくなるような内容を書かれたこういうティッシュを無償で配ったり、人数と自分の都合が合えば互いの価値観の共感を目的としたワークショップを行う努力をしています。この志に共感してくれる様々な活動をされている方たちと組織の垣根を越えて意見を交わしながら互いの活動を支え合い、この夢を実現させたいと考えています。共感してくれる方がいたら概要欄に Twitter アカウントを載せますので、連絡をいただけると嬉しいです。もちろん私の活動に協力してくれる方がいたら嬉しいです。以上です。視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。